こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、市場に行きまして、あの魚、探してきました。うわ、あるじゃん。おこぜ。これもらおうかな。大将、このおこぜもらっていいですか？ここら辺とかね。おお。あ、これいいっすね。いい子今ので。これめちゃくちゃいいっす。これもいい。うわこれも5ぐらい。これも。これ。うわ、それめちゃくちゃいい。それめちゃくちゃいい。これやっぱ刺されたら痛いですか、大将？どうですか？痛いですか？やばいですか？開いとって、はこういう状態になって、いは足を突っ込んで、はいここの上に手をバーンって3匹の上にいは手ついて、うろうろ。い。マジっすか？噂は本当なんですね。というわけで、本日の食材がこちら。よいしょ。うわ、凝ってる。おこぜっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、鬼おこぜ。っていうことでね、前の動画でも少し言いましたけど、おこぜを食べたいなと。ほんで1000円シリーズで違うおこぜだったらしくて、申し訳ないです。ああいうね、ちいちゃい魚の判別っていうのはね、本当に難しいんですよ。魚屋さんからは、こういう魚だよって買っても、実際違ったっていう場合ね、結構あるんですよ。市場あるあるですね。今日はこちら、鬼おこぜ。市場でおこぜと言ったら、一般的にこの種類を指しますね。これはね、比較的市場でもよく見ます。もう毎日、どこかしらで売ってるかなって魚ですね。これがうめえ魚なんですよ。マゴチのことを夏のフグって言うじゃないですか。で、僕ね、本当の夏のフグは、こいつなんじゃねえかなって思ったりすること、よくあります。本当は味わい深い、上品な白身で美味しいんですよ。で、こいつの特徴があって、肝がめっちゃうまいんですよ。ちいちゃいんですけど、ものすごいうまいの。なんで今日はこちらのおこぜを使って、おこぜのお作り、そして唐揚げも作っていきたいなと思います。このおこぜの唐揚げはもう絶品ですよ。お魚好きな人はぜひ一度チャレンジしてみてほしい。そんなお魚です。で、このおこぜはね、やっぱ気をつけてほしいのトゲ。これね、毒あります。本当にこれはもう分かりやすく毒の魚です。めっちゃ痛いみたいです。市場の人も刺されたことあるって言ってましたね。パンパンに腫れるみたいですね。で、お医者さんに行ったからといってなんかすぐ治る薬とかはないみたいです。あったかいお湯につけて痛みに耐える、そういう治し方みたいですよ。この背びれの針が注射器みたいになってるんですよ。なんで市場でお前今すごいな、バクってしたかな、見たぞ今。こうトゲが危ないっていうので、量販店、デパートとかそういうところでイカシでおこぜを扱ってる場合は、トゲが取った状態の池が売ってますね。市場ではこうやってトゲがついてることが、一般的というか、ほとんどついてますね。なんで気をつけてください。本当に危ないです。本当に危ないですからね、これ。お子さんとかがこう手入れたら大変なんですよ。そういう魚介類って結構あって、思いつく限りだと、あとワタリガニとかね。なんでワタリガニもこう爪切ってありますよね。片方の下の方だけ。あと地味に危ないのが大アサリとかね、ホタテとか、ああいうのも子供が可愛いって言ってツンツンするとグッと挟まれてめちゃくちゃ痛いんで、意外と注意が必要です。さあ、そしたらやっていきましょうか。まずは武器を外します。で、もうどうしても私素手で持ちたいですわっていう人は、ここ頭、ここ持つやん。こうです。こうです。あんまおすすめしないですよ。バーンってなって刺されたらやばいんで。なんかこのおこぜっていう魚はおとなしいんですよ。バンバン暴れないの。潔がいい魚。めちゃくちゃ生きてます。元気です。ちなみに1匹一番ちっちゃいやつ水槽に入れてペットとして迎え入れました。うわ、じゃあ行きます。一番先端はここですね。ここからチョキチョキチョキと。しっかりここまで。はい、この状態。もうこうなったら可愛いもんです。怖くないです。全部同じようにやっていきます。ここ広げて、しっかりここから。で、割とね、この皮がブリュンブリュンなので、よーく切れるハサミでやった方がいいですね。こういう風に残ると危ないです。で、毎回僕、こういう毒の魚のトゲを切った時に言うんですけど、切った後のこのトゲ、これにも毒は残ってますんで、もう新聞紙でぐるぐる巻きにして、さらにラップで巻いてゴミ箱に捨ててください。じゃないとね、ゴミ捨て場でね、ゴミ収集してくれる人がこのまま入れちゃうと手でついて痛い思いするんでね、本当にもう大変なことなんで、これ。
でまた僕らの方の地域ね、これ取れるんですよね、よく。あぶねえ、今。あぶねえ。なんで漁師さんとかも結構刺されるって言ってました。底引きの漁師さんとかも。なんで水筒にネットを持ってくって言ってましたね。で刺された時にこうネットをかけるって言ってました。トゲ取ってもちょっとこうやるの怖いですもん。でこのオコゼはプリップリの池の状態で刺身で食べてもものすごいうまいですけど、ちょっと1日寝かして落ち着かせても好きなんですよね。寝かしたパターンで今日いきたいなと思います。そしたら氷に塩水を作ります。そしたらオコゼ締めていきます。それではいただきます。ここですね。はい、閉まりました。でエラを切ってで氷水入れてフリフリですね。でもそんなね、このオコゼ自体血の気の多い魚じゃないんでめちゃくちゃ神経質にはならなくてもいいのかなと、血抜きに関しては。これ肝入ってますよ、この鼻の中。おお、綺麗に締まりましたね。この万歳って感じで。かっこいい魚だな。はい、じゃあ締まりましたらこの状態で少し血を抜いていきます。はい、血がこんなに抜けました。そして今日もう一つ面白い魚介買ってきました。これ一瞬もずくみたいに見えるんですけど、クロモっていう海藻でして、僕もねこの前初めて料理屋さんでいただいたんですけど、ものすごく美味しくて、これもずくみたいな感じにして食べると美味しいんですけど、なんだろうな、このねメカブと岩もずくを合わせたような感じです。食感はパリパリなんですけどネバネバ系、めっちゃくちゃ美味しい。でも多分消化にあんまりよろしくない感じなんで食べ過ぎ注意な海藻ですね。はい、そしたら一度これ湯通しする必要がありますんで、ボウルにこの黒も入れて熱湯をかけます。シャバシャバシャバっとするとこうやってわかめみたいに色が緑になります。そしたらこれを開けて氷水に、で氷水で粗熱をしっかり取ったらざるに上げていきます。でこういう硬いところ、根元のところもついてますんで、こういうところは切っちゃった方がいいかも。こういうところは食感がちょっと悪いので。で熱するとすごくぬめりが出てきます。これぬるーっとしてきます。これがうまい。ほら分かりますかね、この粘り、オクラみたいな。そしたらボウルに入れてお好きな味付けでいいと思います。三杯酢でもいいし、あとめんつゆでね食べてもいいですし、僕はもう手っ取り早くポン酢をダバがけダーッとかけてで混ぜます。でこれあとは鰹節削って食べればものすごくうまいです。今の時期純菜とかそういったものも一緒に使った料理にするとまた季節感が出るのかなと思います。あ、ほんでちょっと長いのでこれ切らなきゃダメでした。申し訳ない。これ切るの忘れてました。これ切ってあげると食べやすい。ただもう一回言いますけど、消化があまりよろしくないです。僕食べた感じ本当に食べ過ぎは注意。これ黒もポン酢酢の完成。そしたらお次はオコゼさばいていきましょうね。久しぶりにさばきます。エラを取っていきます。オコゼは頭もねうまいんですよ。飲食店で頭も出てきてすげえ美味しかった記憶があります。で頭も唐揚げにして食べていきましょう。あんこうみたいにこのエラのここに牙があるんですね。これは初めての発見ですね。でオコゼはほんとさばく難易度の高い魚です。まずね毒針を持ってるって時点で難易度相当高いです。そしたら肝を傷つけないように取っていきます。お、卵餅か。でこのね皮がね切りにくいんですよ。あんまり深く入れるとこれ苦玉見えますよね。で締める時とかもあんまり深くいきすぎるとこの苦玉潰しちゃうんでね、もう締めるのが結構難しかったりするのかな。はい、これがオコゼの卵です。炊いたら美味しそうですね。でこれが身ですね。これ身は皮はビロビロってやれば取れますんでね。これ2枚皮があるんですよ。1枚はこの茶色いやつですね。これは手で取れます。でこの白い皮、この下のこれですね、こいつはこう手で取れないんで、刺身にするんだったら包丁で引いてあげる。もう唐揚げにするんだったらこの白い皮はついたままで OK です。トゲ取ったけどここの辺の背中に手が当たると怖いな。ほら、はい、こんな感じですね。はい、そしたら肝ですね。この肝が宝です。お刺身で食べる場合はこの肝がついてるかついてないかでオコゼの刺身は価値が変わります。この肝、胃袋も刻んでつけても美味しいですね。なんか入ってるな。胃袋の中何入ってるのシリーズ。さあなんだ。あらやだ、溶けてますね。これ
れは識別が難しいな。白ギス、いやこっち目ゴチっぽい、わからない。そして頭ですね。頭はここから1本入れて開くと。で揚げるときにハンマーとかでここバババババッと砕いてあげると食べやすい。カサゴの姿揚げとかと一緒ですね。はい、とりあえず全部この状態にしていきます。はい、というわけで1日経過しました。1日経過すると、ほら死後硬直が進んでこういう形になります。プリプリじゃなくなりました。あ、でもここら辺とかまだプリプリですね。池です。締め方によって違ったのかな。唐揚げはこのプリプリの方を使いましょうか。でお刺身はこっちの1日しっかり寝た感じの身を使っていきましょう。それでは3枚伸ばしていきます。でももう身の感じは本当にフグですね。小型のフグ、小菜フグとかコモンフグとか彼岸フグとか、そっち系の感じですね。このべっこう色っていうんですか、これがうまいんです。でおこぜはね、この下の方のヒレにはここトゲないんで、ここは安心。はい、下の方も同じようにおろしていきます。やっぱりプリプリじゃなくて1日寝かすとさばきやすい。パーフェクト。そしたら腹骨をすいていきます。腹骨って言ってもこれは腹骨ないです。この魚は血合い骨になるのかな。血合い骨がここについてますんで、血合い骨をこうやってカットしてあげる。こうですね。このぐらい取っちゃいます。でここは唐揚げなんで、ここですね。ここからこう入れてこう削いでいく感じですね。でこっち側に入ってますんで、こう入れてったらこうえぐり返す。こうですね。こんな感じ。そしたらまだ薄皮、白い薄皮ついてますので、これは必ず取ってください。必ずです。これブヨブヨです。お刺身にする際はこれを引いてください。はい、この状態になりました。そしたらそぎ切りで花作りとかにしてもいいんですけど、今日はこんな立派な肝がたくさんありますので、僕の大好きな糸作りの肝あえでいきたいと思います。あれ好きなんだよな。カワハギとかでよくやるじゃないですか。あれをおこぜでやっちゃおうかなと。1匹の身に対して4つ分の肝使います。なんて贅沢なんでしょう。はい、そしたらもうこれ骨ない状態なので糸作りに切っていきます。このぐらいに肝とよく絡むようにざく切りです。この綺麗な白身と気まぐれブルーの色がよく映えますね。そしたらボウルに入れておきます。そしたら次はこちらの肝の処理ですね。正直こんだけ鮮度が良かったらこのままいけるんですけど、ちょっとで湯通しします。そうした方が生臭みが飛びますんでね。シャバシャバーっとこういう形になりました。熱したことで肝の形がより分かるようになりましたね。こういう形の肝なんですね。で氷水に落とします。粗熱が取れたら水気を切っていきます。そしたら裏ごししていきます。ある程度ざく切りにします。ちょっとだけこれコロッと残しておきます。このね、おこぜの肝はこのシャキシャキとした食感も美味しいので全部ペーストにはしません。硬いですね。でも裏ごしはできないかもこれ。でもね、どうしても少し潰しておきたいですよね。この絡めたいんで叩こう。包丁で叩こう。作戦変更。あ、でも多少できましたね。いい感じ。そしたら叩いた肝を中に入れていきます。で、和えていく。うまそう。で、ここにお醤油をちょこっと。すだち果汁。青柚子もほんと隠し味程度で。これはうまいはずですね。はい、そしたらこちらを盛り付けていく。
はい、これでおこぜの肝和えの完成。次は唐揚げ作っていきましょう。そしたらこっちの池の方を下ろしていきます。先ほどと一緒ですね。下から1本入れて、ここ今中骨に入りました。中骨までいったら中骨の上通して、ちょっと角度を下に落としつつ、一頭下ろしで一発でこういう感じ。全然違うわ。こっちはイケイケ。逆に唐揚げとかこう焼き物をこの池の魚を使うっていうのが最高にうまいんですよ。最高の贅沢。普通逆じゃないですか。この鮮度プリプリの方を刺身で持っていきたいんですけど、実はね、僕逆なんですよ。その日の気分にもよるんですけどね。で、おこぜはですね、トゲに毒があるだけであって、フグみたいに血液には毒はありませんので、これ別についててもいいですけど、見た目的に嫌なので、こういうね、締め跡の血のところは切っちゃった方がいいと思います。そして今日は塩だけでいきます。素材の味そのままで。で、これ頭ですね。いかついな。で、この頭はもうバンバン叩いて、大丈夫だよな、これ。あんた顔面にトゲあったの？多分大丈夫です。ジンジンしてこないですね。顔はセーフっぽいですよ、皆さん。そしたら頭をまずハンマーでペチャンとさせます。これやんないとさすがに硬いです。そうしましたら包丁でこういう感じですね。ペチャンとさせます。はい、こんな感じですね。そしたら頭は何もつけずにいきましょう。軽く小麦粉を打ちます。はい、このような形になりましたらこれを揚げていきます。そしたら弱火の油でじっくり揚げていきます。これもゆっくり色をつけていく。はい、いい感じに揚がりました。一回これ出します。で、先ほどちょっと指刺されたところなんですけど、一瞬ですね、ポカポカと指がなんか、おや、高いぞという感じになりましたけど、すぐに引きました。だから厳密に言えば本当の微量の毒液は顔面のトゲにあるかもしれません。でも本当に微量です、これ多分。じゃあ、熱い。なんで頭気をつけてください、皆さん。でも僕はこれ毒の魚に刺されたっていうカウントにはしませんので、よろしくお願いします。でもう一回いきます。僕顔面のこの唇のところ、ここ硬いですね。はい、尻尾はもういいでしょう。頭はあと5分ってとこですね。はい、では OK ですね。そしたら次は身も揚げていきます。身にも軽く小麦粉を打ちます。今日は身の方はカラッと揚げて、ポン酢に一度熱々の状態でくぐらせて、ポン酢風味で食べていきたいと思います。はい、じゃあこんなもんで。で、熱々をポン酢にジュッ、音が鳴らないんで効果音自分でいきます。ジュッ、本当は言うんですけどね。うわ、うまそうこれ。ちょっとネギかけましょう。さらさらっとネギかけて、ちょっとスタチを添えて、骨には軽くお塩。これいいでしょう。はい、これでおこぜの唐揚げの完成。そしたら今日はハスの葉っぱに黒も、なんかちょっと違うな。まあいいや。ハスの葉っぱ完全にこれ合わねえわ。もっと清涼感が出ると思ったんですけどね。これ緑だったらね合うと思ったんですけど、まあいいでしょう。芽ネギもちょっと添えたら、はい、これで黒物酢の物の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。まずはこちらのおこぜの肝和えいただきましょう。ゴロッと切った肝と
身を一緒にいただきます。うまい白身、すごくね引き締まってるんですよ。身がもうね昆布締めした後の身みたいな感じです。舌触りはつるっとしてるっていうよりかはちょっとザラザラしたような感じですね。それがまたこのソースとよく絡んでうまいですね。肝はですねカワハギとかあんこうみたいなああいう油っぽい肝ではなくてね、こうさっぱりとした癖のないシャキシャキした本当に風味豊かな肝ですね。めちゃくちゃ美味しい。で合間に黒も、これがうまい。いただきます。これ最高。本当に海産物ってまだまだ知らない魚介類いっぱいありますね。かれこれ本当に8年9年海鮮だけの動画投稿してますけど、まだこういうのあったかって思いますもん。市場に通い詰めないとやっぱ見つけれなかったな。地元の魚屋さんとかだとその地域で需要のあるものしかやっぱ置かないので、僕らの方の地域だともうほとんど太平洋側の地魚ばっか並ぶんですよ。あとは鮭とかサバとかね、そういう大衆魚がちょこっとと、こう日本海側の海藻はね絶対並ばないんで、いやー美味しいな。これ本当誰が食べても美味しいって言うと思う。この海藻おこぜ、頭いきましょう。この頭いただきます。うわうまっ、バリボリいきますよ。サクサク、甘い、骨が甘い。なんかわざわざここまで手間かけて食べなくてもいいやとは思わないですね。この頭からしか出ないこの美味しさ、これありますね。うわうまっ、これ、ね、食べてて楽しい。ここまで音がいいとね。次中骨いただきます。うまっ。頭とはまた別の味わいがありますね。身がたくさんついてるんでこっちの方が身の味わいもありますね。うめえ。やっぱ根魚最強ですわ。この根魚釣りに行きましょう。船で旗五目やりに行きましょう。次身ですね。本命です。これはもうね揚げ時間はそんな長くないです。ふわっと揚げてます。いただきます。うまっ、やっば。これ本当に綿菓子ですね。綿菓子、口の中に入れるとふわっほどけていきますね。歯いらないです。美味しいな。なんだろう、このふわふわ感は他の根魚にはないですね。他の白身魚だと塊でこうほどけていくっていう感じじゃないですか。これ違うんですよ。繊維でほどけるって感じ。どう表現したらいいだろうな。これぜひ食べてみてください。はい、ということで今日はこちらのおこぜの唐揚げとお刺身ときましたらお飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、でん、ギノのやつ。今日はノンアルでいきます。これからこのアングルでビールは注いでいこうかな。その方がより分かりますよね。ノンアルコールはちょっと泡立ちにくいんで高めから落とすことがおすすめ。はい、こちら6対4、なみなみのところまで来たら7対3なんですよ。強制7対3。はい、完璧です。これ7対3ですね。いただきます。うめえ。うまい魚には毒がある。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で見つけた毒の魚オニオコゼを使ってオニオコゼの唐揚げとオニオコゼのお刺身作ってみましたけども、どちらも絶品でしたね。あの魚はうまい魚ですよ。さばくのはちょっと大変ですけども、その先にある感動はすごいもんですわ。おこぜは身もうまいし、肝がねやっぱおこぜならではの味わいですね。シャキシャキとした癖のないクリアな肝、今が旬なんでね、ぜひ行ってみてください。6月のおすすめだったな、本来だったら。でも6月っていっぱいね美味しい魚あるんでね、また6月のおすすめの魚も探しに行きたいと思います。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。